皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？今日のポッドキャストでも前に引き続いて日本語のことについてお話ししていきます。で、今日お話しするのは教科書にあんまり書かれてないけど、私的にすごく大切だなって思うことについてお話ししていきたいなって思ってます。それが何かというと、語尾です。語尾。語尾っていうのは文の最後につくものです。例えば、何々だよねとか、何々だよとか、何々かなとか、そういうふうに最後につくものがありますよね。これが日本語では本当に大切なものなんですけど、でも教科書であんまり詳しく解説されてない。もちろん載ってはいる時もあるんですけど、あんまりわかりやすく書かれてないなっていうふうに思ったので、今日はそのことについてお話ししていこうかなって思います。で、最初に例を挙げたいんですけど、例えば、明日雨だっていう文と、明日雨だったっけっていう文。これは全然意味が変わるんですね。明日雨だまでは同じなのに意味が全然違います。で、日本人と話すときとか、皆さんが日本に住むとき、で、皆さんがアニメを見てるとき、そういうときにすごくやっぱり大切になってくる。皆さんがちゃんと理解するためにすごく大切なものなんですね。この語尾、最後に来るものが。なので今日はこれについて詳しく話していくんですけど、まず、明日雨だっていう言い方。これは、何々だっていうのは、皆さんが誰かから聞いたときに使える言葉です。例えば、ニュースで見たとき、明日雨ですって言ってるニュースを聞いたとき、その後に皆さんが誰かに明日雨ですよっていうことを教えるときに使えるんですね。明日雨だって、何々だって、これがその使い方です。でもさっき言った明日雨だっけ、明日雨だったっけっていうのは相手に聞いてるんですね。相手に聞いてる時とか自分の頭の中に聞いてる時、独り言の時ですね。自分の頭の中ではっきりしていない時、こういう時に何々だったっけ、何々だっけを使います。このけっていうのがすっごく毎日ネイティブの日本人は使うんですね。私も正直毎日使ってると思います。明日雨だっけとか、あれどこに置いたっけとか、昨日何食べたっけとか、そんな風に使うことが多いんですね。この何々だっけっていうのは皆さんの頭の中ではっきりしていないものに使います。これが二つ目です。一つ目がさっき言った何々だって誰かから聞いたときですね。で、何々だっけ、何々だったっけ、これは頭の中ではっきりしてないから自分の頭の中で独り言をしたり、他にも友達に聞いたりするときに使える言葉です。で、他にもたくさんあるのでご説明しますね。まず皆さん、よく私のポッドキャストでも聞いたことがあると思うんですけど、ねですね。ね。何々ですよねとか、何々だよねとか、このねは本当に大切です。これは相手と話を共有したいときというか、相手も知っていることについて話すときに使うんですね。例えば、あのケーキ美味しかったねとか、あの映画面白かったねっていうと、皆さんもそれを知っていることになるんですね。一緒にケーキを食べたとか、皆さんもその映画を見たことがあって、私もその映画を見たことがある。だから、あの映画面白いよねっていうのを気持ちを共有してるんですね。
何々だよねっていうのはシェアしてる、お互い知っていることについて話します。なので私がこのポッドキャストで何々ですよねっていう風に使ってるのは皆さんも知っている話題かなって思う時なんですね。例えば日本語ってすごく難しいですよねっていうのはきっと皆さんも日本語が難しいって思ってるだろうなっていう気持ちがあるから私もねを使うんですね。これがねのニュアンスです。でも、よですね。次にご紹介するよ。これも大切なんですけど、あのケーキ美味しいですよ。あのケーキ美味しいよ。あの映画面白いよ。こう言うと全く意味が変わるんですね。これは相手が知らないことを教えるときです。相手がケーキを食べたことない、パンプキンパイを食べたことがないとか、その映画を相手がまだ見たことがない。そんな時に使えるのがよなんですね。あの映画面白いから見た方がいいよとか、あのケーキすごく美味しいから食べてみてとか、そんな風におすすめするときとか、相手に何かアドバイスしたり、教えたいとき、そんなときに使うのがよです。なので最初にお話しした天気を使うと、明日雨ですよって言うと、明日雨だから傘を持っていった方がいいよとか、そういうニュアンスも含まれるんですね。でも明日雨だねって言うと、相手も雨だっていうことを知ってて、例えば、じゃあピクニックはやめて映画館に行こうかとか、そんな風にどんどん話が膨らむんですね。日本語はかなりハイコンテクストな言語。このコンテクストが大切になってくる言語なので、そういうよとかねがどういう意味なのか、どういうことを表しているのか、それをしっかり分かっておくと日本語を理解できる。日本語をもっともっとスムーズにナチュラルに話すためにとても役に立つんじゃないかなと思います。今のがねとよですね。で、次はちょっと変わるんですけど、かなです。かな。例えば、明日雨かな。これは最初にお話しした何々だっけ何々だったっけとちょっと近いですね。自分の頭の中でまだ分かってないもの。明日雨かなっていうのは、明日雨かどうかまだはっきりしてない。自分の頭の中でまだ分かってない。なので、独り言するとき、あの、車の鍵どこに置いたかなとか、あれ買ったかなとか、あのケーキ美味しいかなとか、まだはっきりしてないから使うんですね。あと他にも友達に聞きたいとき、明日雨かなって言ったら友達が教えてくれますね。ああ、明日雨が降るって聞いたよとか、明日晴れだって聞いたよとか、そんな風に友達が教えてくれます。明日学校あるかなって言ったら、それも友達が、あるよとかないよとか教えてくれますね。このかなは自分の頭の中ではっきりしてないとき、100% じゃないとき、そういうときに使える言葉です。これもネイティブは毎日毎日使うので、ぜひぜひ押さえておいてほしいなと思います。で、次に進むんですけど、皆さん多分頭がもうパンクしそうだと思うので、よかったら一回止めたり休憩したりしながらゆっくり進めてくださいね。で、次にご紹介するのが、ぽいです。ぽい。きっとネイティブの人と話したことがある人だったら聞いたことがあると思います。ぽいは何々っぽい。そんな言い方をするんですけど、これは印象を表すんですね。印象。この服、韓国っぽいね。ちょっと韓国で買ったので、韓国っぽいね。とか、その韓国らしい印象、らしいに近いですね。韓国っぽい服だねとか、今日秋っぽい服だねとか、あのデコレーション、クリスマスっぽいねとか、最近どこのお店に行ってもクリスマスっぽくなってきたねとか、
そんな言い方をするんですね。他にももっとカジュアルな言い方なんですけど、明日雨っぽいよとか、今日雨降るっぽいよとか、そんな言い方もします。これは予想ですね。皆さんが空を見て、あ、雨が降りそうだなとか、明日晴れそうだなとか、そんな風な印象があるとき、そういうときにぽいが使えるんですね。雨っぽい、晴れっぽい、クリスマスっぽい、秋っぽい、韓国っぽい、日本っぽい。そんな風にぽいを使います。何々らしい、何々なイメージがある。そんな時にぽいが使えるんですね。難しいですね。私も話しててよくわかんなくなってきました。ちょっと皆さん本当に止めながら進めてくださいね。これは難しい。イメージです。とにかく。ぽいはイメージ。秋のイメージがあるね。クリスマスのイメージだね。韓国のイメージだね。日本のイメージだね。そんなイメージがあるねっていう時に使うのがぽいです。ぽい。他にもあの映画面白くないっぽいよとか、いろんなレビューを読んでちょっと予想してる。レビューを見たり、誰かから話を聞いたりして、自分の頭の中でイメージする。その映画をイメージして、ああ、面白くなさそうだな。面白くないっぽいな。そんな感じになるんですね。これは結構砕けた言い方です。カジュアルな言い方です。じゃあ次、最後です、皆さん。最後は本当に大切。私も毎日使います。これは何かというと、とかです。とか。これは日本人って結構答えを曖昧にする人が多いんですね。今日何食べに行きたいって聞かれた時に、ラーメン食べたいって言うんじゃなくて、私たちは、ラーメンとかかなって言うんですね。ラーメンとか、うどんとか、魚とか、かなって言うんですね。これは答えを曖昧にするというか、答えを柔らかくするために使います。なんか特に何食べたいって聞かれた時、何の映画見たいって聞かれた時、一つに絞ってしまうと、相手になんか選択肢を与えることができないというか、相手にも選んでもらえるようにしたい時に使います。ラーメン食べたいっていうのももちろんいいんですね。本当にラーメン食べたい時もあるし。でも例えば相手の意見も聞きたい時ってあるじゃないですか。相手は本当にラーメン食べたいかなとか、相手はラーメン好きじゃないかもとか、そんな時にも使えるんですね。少し柔らかくするために。ラーメンとかうどんとかそういう麺が食べたい、麺系が食べたいなとか、そんな風にとかを見ることが多いですね。他にも私がどんな映画のジャンルが好きですかって言われたら、たくさん答えがあるから、一つに絞ってサイファイが好きですって言えないんですね、私は。なのでそんな時にサイファイとか、ロマンスとか、コメディとか、サスペンスとか、そんな感じでこのとかをとりあえずたくさん置く、使う。そしたら柔らかく曖昧にというか、他にもいろんなアイデアがあるんだなっていうことを相手にやんわり伝えることができます。なのでこれは結構日本文化というか、日本人の考え方も表しているものなんじゃないかなと思います。なので皆さんにも知っておいてほしいなって思って今日お話しすることにしました。いかがでしたかね？ちょっと早口になってしまったかなって思うんですけど、もしわからないところがあったら、皆さんぜひコメントで聞いてください。この時はどんな意味になりますかとか、この時はどれが使えますかとか、そんな風に何でも聞いてください。何でも答えるので、ぜひぜひ皆さん、たくさん質問してくださいね。きっと皆さんの中には日本語をナチュラルに話したいって思ってる方がたくさんいらっしゃると思うので、私もできるだけ皆さんのお手伝いがしたいなと思ってます。
なので何でも聞いてください。では皆さんここまで見てくれて本当にありがとうございました。今日の動画もいいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。